ちいち自身ルール本来設けたくない。このホスト業界にはルールが必要なんだよ。そんな縛られて仕事量も増やされて、プレイヤーで多分全力で走りきれないと思うんですよ。俺みたいな状態でいるわけで。そうだろうね。これから手取り合おうっていう人に対してだってる涼河さん俺見せれるって言ったんですよ。それの何て言うの黙ってこれで座ってたんですよ。ありがとうね。気をつけてね。お疲れ様です。どうです。今日はリオン、リタ、ミスト全部お客様かぶってたんで、それでも全部ちゃんときちんと返して、男性のお客様が多いんですけど、でもこれみんな分かると思うんですけど、自分はお店に来てもシャンパンでもいかもないですよ。あくまでもお客様を楽しませて、お悔しが40分前に全部返します。ミストの改革を始めてリリオンやリタ同様に順調かと思いきや、軍神も苦戦する困難が待ち受けていた。ミストを閉店します。ここでなくて意味ねえなと思うんですよ。現状一緒に頑張ろうって言ってくれたことが嘘だったんだと思っちゃうし、いろんなね、納得できない部分もいっぱいあると思う。でも一回信じてついてきてほしいなと。そんな閉店宣言から数日経過したミストの現状は、ミストの閉店から、ある程度時間が経ってると思うんですけど、なんか状況どうですかね。今いろいろと改革を集めてますけど、根が深いんで日数も長いし、でずっとこのミストを支えてきたっていうところの部分もあるんで、かなり根は深いですよね。なかなか難しいかなと思ってます。納得いってないお客さんもいるんで、特に展開も急だったじゃないですか。大多数は納得いってない部分が多いんじゃないかなと思ってます。その遺恨からか店内は空席が目立ち、どこかしらどんよりとした空気感が漂う。決まったことなんでもうしょうがないですけど、話し合いの中で決めていきたかった面はあります。正直やりきれない気持ちはあるんですよね。納得いかないところとかもあるし、店売りそんな高くない中で存続させるチャンスを欲しかったなと思います。閉店して新しいお店になってっていうのをやっぱ聞いたら、ポジティブな分絶対にマイナス要素が生まれてネガティブもあるんで、振り回されるんじゃないかなっていう不安はすごいあって、五木さんがそんなにいなかっただけで別に五木さんのお店っていうのは変わんないんで、絶対に間違ってることは五木さん言ってなくて土正論だったんで、ネガティブなことを正論で言われて言い返せなくなってしまってた運営の人たちを見てると情けない気持ちにはなりました。僕なりにミストに思い入れがあって、なのになんか急に来て閉店します、この店はダメだからみたいな感じで言われたように感じたんで、僕はでネガティブな感情はちょっと生まれちゃいました。この瞬間はやっぱり、本当に本心で言うんであれば、いっぱい裏切られてきたのに今更手のひら返しされて全然納得できるわけないし、自分も周りからは負け組と一緒やみたいな、ずっと言われ続けて、それを続けれたのって昔からいる上ない金がいたからですね。それがなかったら早く見切りをつけてて、大半のキャストが突然の閉店に怒りや戸惑いなどの不満を感じ、軍神がミストのためを思って決断した行動はキャストたちには受け入れられていなかった。それは一体なぜなのか。それは先日行われたミスト会議に遡る。今回かなりルール変わるから、そこをちゃんとしっかりと把握してもらって全体的に落とし込むようにお願いします。はい、それはクイックですね。現在クイックが、焼酎割り物、クイックは、調整でワンセット出しのみ、場内指名が、廃止になります。 NG もなしになります。出勤時間も、2パターンしか、生まれません。高級の取り方、前日の営業中に申告。そうです。ルールもそう、規律もそう、で判断もそう、全部新店舗として公正にやっていきます。だから今までのようにな思考でやっていたら、俺は改善させていきます。それがすごくします。これは名前変更じゃないから、そこをちゃんと理解してほしい。これからみんなの実践をどんどんしていくと思うから、なんで頭の中にミストを切り捨ててください。反強制的な軍神の決定にキャストは受け止めるほかなかった。それに対しミストを牽引してきた一部キャストたちが強い反発を見せる。さんとまだ今まで交流もないですし、だからそのやり方に関してはちょっとどうなのかなっていう、不安は多々あって、自分たちのお店でやっていく以上はルールに関しては多分一番、重要なことだと思うので、
みんなこだわり強い人たちも多いんで、手についてですやっぱり雰囲気はもともとその閉店が決まる前は良かったんで、その中で閉店って言われて、先が結局どうなるかまだ言われてないんで、ちゃんと閉店を決めたんだったら結局この後どういう流れでどういう段取りにするのかってちゃんと言ってほしかったかなと思ってて、そもそもこのタイミングで閉店って合ってるのかなとも思ってるし、何がしたいのかなとはぶっちゃけ多分思ってるチームが多いと思いますね。せめて話を起こしてほしいかなと思いますし。マジな話すると、今回、ぶっちゃけその第3号店で新しい子たちのなんかオーディションやるみたいな、そうですね。いや俺らそれ実際本当に辛くて、みんな辛い気持ちでここまで耐え抜いたんですよね。じゃあそいつらがピックアップされて、じゃあ俺らはのけ者、そこで耐えてきた子たちはどうなるみたいな、甘いミスだけ吸いに来てるとしか思えないんですよ。ミスト来た時は壊滅でした、正直。壊滅でした。もともと崩壊してたんですよ。運営がバラバラだったんですよ。絶対的なトップがいるわけじゃないし、正直申し訳ない言い方するけど、遼河さんはまとめきれてなかった。伊沢さん、お疲れ様です。どうです。今少し大丈夫ですか？いいですよ。今日いろいろそのキャストに、インタビューをしてて、ちょっと閉店のことだったり、聞いてたんですけど、五木さんが最初に言ってたように納得いかないキャストも、いる印象はちょっとありましたね。なるほど。納得はいってないと思いますよ。だって相当強引にやったんで、だから関係ないですけどね。だと言えばいいじゃんって、この閉店します、いや閉店嫌です、ミストこのままやりたいです、だからこのミストを僕買い取りますよとか、これ全部もし失敗したら僕責任持ちますとか言うわけないじゃないですか。言える範囲で言って自分たちがしたいようにしてるところができなくなるから嫌だって言ってるだけなんで、そのままがいいんだとそのままでいればいいんじゃないと思いますけどね。逃げてきた結果、自分たちがそうなってるのに、それを責任も負わないで口だけでそうやってあだこだ言ってるとしか俺は思えないんで、ただ見てて、自分はやっぱその店舗マネジメントが分かってるわけじゃないですか。毎回そうなんですよ。毎回変わり始めたで、上がって下がったじゃないですか。このままいって上がると思うやつと一瞬だけでまた下がりますよ。キャストに寄り添うと言いつつ、ただ甘やかしてるこの環境だったり、全体的なものは何も変わったない、基盤が変わったない状態で何が良くなってるのって話なんですよ。だから今回閉店をしているって。でもそれを彼らは分かるわけがない。だって分かる、なぜかって書いてないから。彼らがちゃんと理解してるので、今頃このミストは最高なお店になったと思いますよ。その後、軍神はそのキャストたちを呼び出して急遽話し合いを行うことに。しかしこれがさらなるすれ違いを引き起こすことになる。前回ね、ルールの変更だったりとか、いろいろね、これからミストが閉店して新店舗になるにあたっていろいろ改正していくものでも説明したと思うけど、正直今これみんな納得してる？それ。いや、納得しないっすよ。この前言われたルールも、それって別にそのリタとかリリオンでやってきたルールなんだろうと思うんですけど、俺たちは俺たちで違うし、で、五木さんなんか俺たちなんか勝ちたら入ってきてないなと思ってるんで、今だって入ってこられて、そのルールやりますよって言われても、それで別にこっちは飲めないし、それが通じると思ってないし、多分やらないと思うんです、俺たちはそれを。みんなどうなるやろって話じゃない？別に負け続けていいのと俺逆に思うし、リタとリリオンのって思ってるかもしれないけど、コスト業界のなんだね、俺からすると。あのルールが何のために存在してるかって考えたことある？五木さんとレバさんはもともとやってたかもしれないし、五木いなかったし、で、俺たちは長いじゃないですか、関係するんで。で、それってその五木さんが今作った新しいルール納得してますよね。もともとリリオン育ちだったから、リリオンのルールに寄せていくというか、ちゃんとしてる部分を厳しくしていったイメージはあるけど、確かにちょっと急に厳しくなるなとは思うよ。厳しくされてそれやりたくないとかってそういう話じゃなくて、そのルールって別に五木さんがやりたいようなルールってだけで合わない人たちみたいな。めちゃくちゃだなと思うし。もはや最初から話し合いの余地がないほど溝が深まっていた。なんかね、さっきからさ、俺がしたいルールって言うじゃん。俺したくねえからこんなルール。俺がしたいルールは、みんなが自律的に考えて、みんなが規律を 100% 守って、外資系のような休む、何々、申請なしで、全てが各自それぞれの思考で 100% 体現できる組織が一番いい、そういうルールにしたいけど、できないだろって話なの。俺は正直なところ、いちいちルールに本来設けたくない。でも、
勝つためにこのホスト業界にはルールが必要なんだよ。俺らが一生懸命やったところで、真面目にやったところで、じゃあ他のホストクラブが何かやらかしたら、俺ら全部責任なんだよ。人間として認められない、日本社会として認められない、家も借りられない、納税してんのに、確定申告してるよね、みんなね。でもそれじゃん。そんなでかい話じゃない。いや、そんなでかい話俺ですよ。たちの抵抗の話。そうだよ。当たり前だよ。だから社会の枠組みで作ったからゲームなわけじゃん。そう、店舗で一個一個でやってるから何も変わってこなかったわけじゃん。それで苦しむわけじゃん。でも俺らはこれからやっていかなきゃいけない社会全体を見据えた上でのね、ルール作りだったりとか、規律を設けていかなきゃダメだよって話よ。みんなが損するルールなんかねえよ。俺は損するよ。運営は損すると思うよ。だって管理しなきゃいけないから。あなたたちが決めたルールでしょって言われるんだよ。守らせてくださいよっていう対象はどこなの？俺らじゃん。だから俺らが一番苦労する。今回のやつも全部みんなのためだからね。リーダーとしてやってもらって、どれだけ教育をしてどういうことを落とし込んでるかっていうのもちゃんと報告で上げてもらう。でそのぐらいをして当たり前のことるから。そんだけじゃあルール作られて、そんな仕事量増えたら、うんまあ使ってもらってるお客様とかにも時間も割けないし、そんな縛られて、仕事量も増やされて、プレイヤーで多分全力で走りきれないと思うんですよ。実際さんなんか、有田君が言った時なんか、店いなかった。いないよ。いないから言えるんですよ。そんな言い方言ったらまずいけど、普通に物みたいな状態にいるわけで。そうだろうね。知らないじゃないですか。いやいや、知らなくはねえだって数字は見てんだから、初回数がどれくらい入ってるか。数字しか見てないから分かんないわけじゃないですか。数字で分かるでしょ。数字でもいろんなことデータで取れるんだから。いや、分かってないっすよ。ここ今2人いて、その中の環境下で売ってて、この2人は憧れてますし、やっぱりお世話にもなってるから、まあそうやって言われても気持ち悪いけど、これ、涼子さん何も思わないですよ。逆に。今まで一緒に走ってきて、本当に血眼になって必死に頑張ったり、雪とかあえていて、ね、そんな今の言われ方ってあります？方々言われて。どうでもいいですよ。そんなことよりもそこの数字上げるためにどんだけの努力があったんですか？それがなんで今黙ってこれで育ってたんですか？俺が今すごい考えてたのは、もちろんプレイヤーとして走り切るのはすごく大事なんだけど、まあ俺は実際1年間運営をやってみて思ったのは、多分プレイヤーって多分そこで終わっちゃダメだと思う。で、君らは多分それを背負える人たちだと思うから、こういうふうに言ってんの。俺ら教育だってしてきたじゃないですか。亡くなった穴ってみんなで必死に埋めてきて、じゃあこれから手取り合おうっていう人に対して俺はないと思っちゃう。でそれをなってる涼河さん俺許せねえよって言ったんですよ。いや、それも分かってるよ。だから一緒に俺らと戦ってきたわけ。もはや修復は不可能な中、軍神が弁解を図る。すごい、じゃあこの商品が最強で日本で一番唯一無二の商品だとして、それと全然劣っているものが、こんだけいい商品で、何言ってるか分かんない。バカにされる気持ちになったんですよ。だろうね。俺が入店して10人以上辞めたんですよ。だからそこ理解しそのないから。中で戦ってたんですよ。だからビジネスの前になってないんだよ。言う人の言葉じゃなかった。いや、ビジネスの前になってないんだよ。俺らはビジネスやり生きてんだよ。遊びに生きてんじゃねえんだよ。遊んでないっすよ、こちらって。だったらもっといくよな。全力でやってです。全力でやったらこの数字にはならねえだろ。正直、今俺がいいから何を言ったところで、その理解するのは難しいと思うから、まだ今現在にいるからね。でも未来に行った時にそれは多分理解できると思うよ。なるほどねって。その時でいいよ。その時に分かってくればいい。今は俺は分かると思わないけど。いつか分かって。納得しないとは思うけどね。でもちゃんとね、意味があってやってるから、それだけは理解してる。結局話の折り合いがつかず、溝はさらに深まり、新店舗の雲行きは怪しくなってしまった。お疲れ様です。いやー、まあ大丈夫か大丈夫じゃないかってもうしょうがないんで、あれ話していくしかないんで、だって別にルールに関してもう彼らのためなんで、でも言いましたけど、そんなルールが設けたくないじゃないですか。当たり前じゃないですか、そんなの。ホストに来てる男の子たちなんてそもそもできない人間が来てるんで、できない人間をじゃあ自由に自分たちでちゃんと思考してやってないの無理に決まってるわけじゃないですか。誰が彼らを守るのって導いてあげるのって言ったら、やっぱそれは運営じゃないですか。運営がきちんと導いてあげることがすごい大事なんで、だからこそ今自分とか量がもそうだけど、運営陣がしっかりと固まって、ね、ルールは厳しいかもしれない、規律も厳しいかもしれない。だけど彼らがちゃんと未来を作れるものを導いていく、これをやっていかなきゃいけないんですよね。やるしかないんですよ。そうですね。そこは理解できないと思うんですよ。だってそこの思考まで行き着いてないわけなんで、あくまでビジネスとして、あなたはもっと価値があるんだよと、もっと売れるんですよと、もったいないんですよって、あなたのこのポテンシャルでこれしか売れてないんですよっていうことを言ってるだけです。それをちゃんと頭の中で理解できる。もちろん感情が先行しちゃってるんで、
反発をするとは思いますけど、今は分かんないです。でもいずれ分かります。あれだけ言葉を俺にはっきり言えるわけじゃないですか。だからこそウイジが負けるんですよ、言葉で。量がも熱量はあるけれども、やっぱ相手に寄り添っちゃう。プレイヤーがやりたい方向にやらせちゃう。そのせいでミストがああいう形になってしまった。だからこそ俺は別にそこにひるむわけでもなく、どことも向かい合うんで、正義ある限りそれをやっていくんで。改革をスピードで早くやっていきますけど、ちょっと長い目で見てもらえたら。はい。お願いします。そうね、今日はありがとうございました。どうもです。どうです。この度、歌舞伎町 TV では YouTube の編集ディレクターを募集しております。共にこのホスト業界を盛り上げ、動画を編集してくださる方を募集しております。そしてなんと、今回事業拡大に伴い TikTok の編集ディレクターも募集しています。本気の情熱を持っている方、ぜひお待ちしております。詳細は概要欄をご覧ください。